はい、今回の車のレビューは納車されて数ヶ月経ったので、私の車マカン 3GTS のご紹介をしたいと思います。このサウンドいいですよね。まさにスポーツ SUV ですね。それでは行きましょう。はい、今回ご紹介はポルシェのマカン 3GTS 納車後レビューということでご紹介していきたいと思います。皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車使用好きチャンネルです。いやー早いものですよね。ポルシェそしてマカン GTS が納車されて数ヶ月経つわけですけれども、初めてのポルシェということでかなり楽しめているなと思いますけれども、私はですねこれまで国産輸入車100種類以上試乗して実際に所有した車としてはトヨタ、スバル、アウディ、BMW、そしてポルシェという風になってきています。その中でですね SUV として車を自分で所有したのはこのマカンが初めてなんですよね。乗ってきた車の形としてはセダンとステーションワゴン、そしてハッチバックが多かったんですが、なかなかですね SUV 所有する機会なかったんですよね。それもですね SUV 見たり乗ったりするとかっこいいし乗り心地もいいんですけど、走りがちょっとやっぱりしっくりこないなということで買うには至らなかったんですね。それがですねこのマカンに出会って試乗してしまって、もううっかりポルシェマカン買ってしまったというのが今の私になります。そんな私がマカンに対して良かった点と、少し気になった点などをレビューしていきたいと思いますので、 SUV 好きな方、そしてスポーティーな車が好きな方、そしてですね SUV ちょっと苦手なんだけど気になってるよっていう方ですね、ぜひ最後までご覧いただければと思います。一般道を走り出していますけれども、このですねポルシェに対して皆さんどんなイメージ持ってますかね。この加速、そして音、私もマカンを運転してみて本当にその通りだなと、いいですよねこの音、思いました。ただですねもう一つ付け加えたいのがこの最高のドライビング、そして音、体験に加えてですね乗り心地も結構いいぞというのを感じています。当然ポルシェの中でもマカンは乗りやすい方なのでこの乗り味いいんですけれども、マカン GTS はエアサスペンション付きなので走行モードをノーマルにしていればかなり乗り心地いい方だと思いますね。これまで乗った車とですねで比較するとですね、やっぱり運転好きが来る BMW ありますよね。 BMW の X320D の M スポーツを出した時に M スポーツよりは乗り心地がノーマルだとしなやかですね、言えると思います。そして走行モードをスポーツ、そしてスポーツプラスにしていくと BMW の M スポーツより硬くなるなと、そんな風に私は感じます。そのですねマカン GTS のスポーツプラスでの足の硬さのイメージですけれども、一般道で普通に家族を乗せながらスポーツプラスで走っていたら家族に文句を言われるかなという、そういうレベルですね。かなり突き上げ感がしっかり伝わってくるセッティングに変わるので、スポーツプラスは普段使いはしていません。そのぐらいの感じです。ただですね自分一人でさーっとコーナーを流して走りたいとか、高速道路でしっかり加速しながら運転していきたい、ワインディングを楽しみたいっていう時はスポーツプラス最高に楽しいセッティングだと思いますね。そしてもう一つお伝えしたいのがやっぱりエンジンサウンド、マフラーサウンドですよね。ここら辺はさすがポルシェ、そしてマカン GTS だなというふうに感じています。まずですね SUV の中でもおそらく他のいろんなモータージャーナリストの方とか運転に詳しい方、車好きな方が言ってるように、ポルシェのマカンはスポーツ SUV の中ではおそらく代表と言っていいんじゃないかなと思います。私もですね SUV については BMW の X1、X2、X3、X5、X7、そしてメルセデスであれば GLA、GLB、GLC、
GLE まで乗ったことあります。またですね、国産でいうとレクサスならば UX、NX、RX に乗ったことがありますので、それ以外にもいろいろありますけれども、一通りですね SUV 乗っております。その中と比較してもポルシェのマカンはスポーツ SUV だなというふうに感じますね。今このようにですね直線を流しながら運転していますけれども、このまっすぐ運転しているということだけでもですね、もう安定感が抜群だなっていうふうに感じられますし、加速を始めた時のエンジン音の変化、そしてエンジン回転数の鋭さみたいな、自分の体で感じることができる情報量がですね、もうかなり違うなっていうのが他のメーカーの SUV と比較して明らかにあるなというふうに思いますね。発進、加速、減速、そして止まる、曲がると、それぞれの動作がですね一つ一つすごいんですよね。そうして何よりもこの加速気持ちいいですよね。 SUV になるとどうしてもスポーツ走行はしづらいので、そこら辺をですね諦めるしかないかなと思ってたところが、このマカンであればそれを諦めずに済むんだというのを試乗して強く感じたのを今でも覚えています。あと私がもう一つ強く感じているのはこのポルシェマカンのハンドリングですね。このハンドルを切った時の挙動が他の SUV と本当に違うなって思ったんですよね。表現するとですね、もうめちゃくちゃクイックです。 SUV らしからぬ設定になってるなって思いますね。ハンドルをちょっと切っただけでもそれに連動して車が動きますし、頭が入ってくるんですよね。そして切ったら切った分だけ車が素直に回っていくっていうのは、当然ですねドイツ車であればそのように仕立て上げられているんですけれども、マカンであればそれが顕著ですね。ここら辺ですね、さすがポルシェということですけれども、ハンドルを握ってですね一回コーナー曲がればわかるかなというふうに思います。あとはですね、高速での移動ですよね。ここからですね高速試乗した時の動画に切り替えてご紹介していきたいと思いますが、やはりですねポルシェであれば加速してなんぼということで、高速道路がいちいち楽しいんですよね。今からスポーツプラスにした状態で高速の料金所ダッシュしてみたいと思いますけど、このバブリング音、そして減速からの加速のこの音いいですよね。私もこれ大好きになってますね。本当にここら辺はですね、いつ使うんだっていうのは限られるんですけれども、この時のためだけでも買ってよかったなっていうふうに思える SUV ですね。マカン GTS のスペックとしては 2.9 リッターの V 型6気筒エンジンターボで、馬力がですね440馬力のトルク550ニュートンメートルと、車両重量が2トンを超えるんですけれども、0-100加速が 4.3 秒というスペックの持ち主なんですよね。もうですねこのスペックについては、ドイツ車 BMW、メルセデスなど乗られている方からもするとですね、いつ使うんだいって話は野暮な話で、この性能を持っているからこの余裕があって走れる、そして加速した時の気持ちよさ、レスポンス、フィーリングが価値になりますというふうに思ってると思うんですよね。それらの体験がですねこのポルシェマカンについては相当な高次元で実現されているなというふうに乗ってみて思います。車速もですね100キロ超えてくるとより安定するんじゃないかっていうぐらいの感じで走れますね。なので高速での長距離移動もうめちゃくちゃ疲れなくずっと走ってられるなっていうふうに思います。ただですね高速でも加速した後はですね、ノーマルかスポーツぐらいの走行モードがいいかなと思いますね。スポーツプラスにしちゃうと高速のつなぎ目とかもですね結構入力してくるので、本当に一時的に加速したい、走り抜けたいっていう時にスポーツプラスがおすすめで、それ以外はノーマル、
スポーツもしくはインディビジュアルで好きな設定にしておくというのがいいかなと思います。私もだいたいノーマルかインディビジュアルで走行モード走ってますね。あとですね、ここまでマカンのいいところばかりお伝えしてきましたけれども、ちょっと気になるところはないのかというお話で言いますと、やはりですね、何点かはあると思います。まず1つ目はですね、燃費ですね。ポルシェ乗る方、スポーツカー乗る方はそこまで気にしてないかもしれないですけれども、燃費はですね、決して良くないですね。実燃費でいうとだいたい街乗りがリッター7キロですね。高速でクルージングしていてもだいたい9キロから10キロぐらいの燃費しか出ないかなというのが実態かなと思います。それと引き換えにスポーツ走行が楽しいので、気にはしないというところありますけれども、燃費は良くないぞというのはあります。あともう一つはですね、サイズに比べてですね、やっぱり積載量はあんまりないなというのがあると思います。マカンのですね、全幅はですね 1925mm もあるんですけれども、実際ですね5人乗りの SUV であるものの後部座席は広くはないですね。普通の乗用車の広さぐらいしかないので、大人5人が入ると狭いと思いますね。もともとこれもですね、ポルシェはどの車も走行性能を生かすための設計がされているので、サイズを広くするような設計はされてないんですよね。ここら辺もポルシェらしいといえばそうなんですけれども、決して広くないぞというところです。やはり燃費もそうですけれども、サイズもですね、こういったのはスポーツ走行を優先してある車だということで、スポーツ性はピカイチなので、そこから得られるスポーツ SUV としての出来栄えは素晴らしいものがあるというところに結局行き着くのかなというのが私の感想です。はい、今回ですね、ポルシェマカン GTS 納車してからのレビューをご紹介させていただきました。今回もご視聴いただきありがとうございます。車の乗り比べですとかマカンについて何かご質問があればコメントいただければ、私の分かる範囲でお答えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様も良いカーライフを。